母は旅行が嫌いな人ではありません。若い頃、友達と遠くへ行った話を時々思い出したように語ることもありました。ただ、それはいつも昔の話でした。結婚し、子供が生まれ、生活が始まると、母は旅行の話をしなくなりました。行きたくなかったわけではないのです。行かない理由が多すぎただけでした。お金のこと、時間のこと、誰かに迷惑をかけないこと、そして今でなくてもいいという言い訳。母はそれらを一つ一つ胸にしまい、自分の楽しみを後ろへ回してきました。息子はそのことを深く考えたことがありません。母が旅行に行かないのは、そういう性格なのだと思っていました。聞いたこともありません。行きたい場所はある。その一言を。歩き、病院の待合室で、母は何気なく窓の外を見ながら言いました。昔ね、一度だけ行ってみたかったところがあるの。それだけでした。場所も理由も語られません。その短い一言が、息子の胸に残りました。なぜ、今まで聞かなかったのか。なぜ、聞こうとしなかったのか。答えはわかりません。ただ、気づいた時には、母は70を超えていました。息子は初めて考えます。この先、母とどれだけ同じ時間を過ごせるのだろう。行かなかった理由より、行ける理由を探す方が大事なのではないかと。その夜、息子は小さく言いました。今度、どこか行ってみない。母は少し驚いた顔で、そしてゆっくりうなずきました。それが、二人の生涯初めての旅行の始まりでした。出発の前夜、母の家はいつもと変わらない静けさに包まれていました。テレビの音は小さく、時計の秒針だけが規則正しく動いています。それでも、母の心の中は少し落ち着かないままでした。母は古い旅行用のカバンを押し入れから出します。何年も使っていないそれは少しほこりをかぶっていました。拭きながら、母はふと手を止めます。このカバンを最後に使ったのはいつだったか。思い出そうとしてもはっきりしません。持ち物は多くありません。着替え、常備薬、小さな手帳。それだけで十分だと思いました。母は鏡の前に立ち、自分の顔を見ます。年を取ったことを隠す気はありません。ただ、息子に心配をかけないようにしたいと思いました。息子の方も同じ夜を過ごしていました。仕事を早めに切り上げ、自宅で地図を広げます。行き先は決めてあります。でも、予定は詰めません。母の体調に合わせるためです。その判断が少し誇らしくもありました。母に電話をかけると、もう寝るところと言われます。息子は無理しなくていいからと繰り返します。それは母に言いながら、自分に言っている言葉でもありました。電話を切った後、母は布団に入り、目を閉じます。眠れるはずでした。でも、胸の奥が少しざわつき、なかなか眠れません。不安なのか、楽しみなのか、自分でもわかりません。息子も同じ夜空を見上げます。明日、母と二人で家を出る。それだけのことが、なぜこんなにも特別に感じるのだろう。考えながら、ゆっくり明かりを消しました。こうして、二人はそれぞれの場所で、同じ朝を待ちます。まだ何も起きていない夜。それでも、すでに旅は始まっていました。朝は思っていたより静かに始まりました。母はいつもと同じ時間に起き、簡単な朝食を用意します。特別な日なのに、無理に変えようとはしません。息子もそれに合わせ、黙って食卓に座りました。家を出ると、空気は少し冷たく、駅までの道は見慣れたものでした。二人は並んで歩きます。近すぎず、遠すぎず。長年保ってきた距離が、自然とその幅を決めていました。電車に乗ると、
窓の外に街が流れていきます。母は景色を見つめ、息子は時刻表を確認します。会話はありません。気まずい沈黙ではない。ただ、何を話せばいいのかわからない沈黙でした。同じ景色を見ているのに、心に浮かぶものは違います。母は過去を思い、息子はこれからを考えます。そのズレを言葉で埋めることはしません。今はそれでいいと二人とも思っていました。途中、母は小さく咳をします。息子はすぐに気づき、大丈夫と聞きます。母は笑って平気と答えます。それだけのやりとりが、なぜか少し温かく感じられました。車内が混み始め、息子は母の前に立ちます。何も言わず、自然に。母はその背中を見ながら、昔、自分がそうしていたことを思い出します。役割が静かに入れ替わっていることに、胸の奥が少し揺れました。目的地はまだ先です。でも、二人はすでに気づき始めていました。この旅は、遠くへ行くためのものではない。同じ時間を、同じ速度で進むための旅なのだと。駅に着いたとき、母は少し足を止めました。長い階段を前にして、一瞬考えるような間がありました。息子はそれを見逃しません。エレベーターさがそうかと言います。母は小さく首を振りました。大丈夫。その声は穏やかでしたが、どこか硬さを含んでいました。階段を上り始めると、母の歩幅は思っていたよりゆっくりでした。息子は無意識に先を歩き、2段ほど進んでから振り返ります。その距離に気づき、すぐに歩調を落としました。母は何も言いません。ただ、少し息を整える仕草をします。改札を出て、外に出ると、人の流れが増えます。観光客の声、転がるキャリーケース、急ぐ足音。母は周囲を気にし、歩く速度を上げようとします。息子はその様子に胸がざわつきました。無理をさせているのではないか。それでも、どう声をかければいいのかわかりません。昼食の店を探す途中、母はベンチを見つけ、少し休もうかと言います。息子はほっとします。二人は並んで腰を下ろします。母は空を見上げ、人が多いねとつぶやきます。それは不満ではなく、状況を受け入れる言葉でした。息子は水を差し出し、母は黙って受け取ります。ありがとうも大丈夫も言わない。それでも、そのやりとりには確かな信頼がありました。母は弱さを見せまいとしている。息子はそれを無理に崩さない。その均衡が、二人の間に静かに保たれていました。この旅は、楽しいことばかりではない。便利でもない。でも、不便さの中で、今まで見えなかったものが少しずつ浮かび上がってきます。母の体の変化、息子の戸惑い、そして互いを思う気持ちの置き場。小さな不便は大きな問題ではありません。けれど、それはこの旅が現実である証でした。二人はまだ何も解決していません。ただ、同じ場所で立ち止まったことだけは確かでした。昼を過ぎた頃、母の顔色が少し変わりました。歩く速度がさらに落ち、足取りが重くなっていきます。息子は気づき、声をかけようとしました。でも、母がまた大丈夫というのではないかと思い、言葉を飲み込みました。人の流れが途切れた路地で、母はついに立ち止まります。手すりに手を置き、深く息をつきました。息子は胸が締め付けられる思いで、母のそばに寄ります。少し座ろう。今度は断らせない声でした。ベンチに腰を下ろすと、母はしばらく黙ったまま空を見ています。息子は水を差し出し、ハンカチを手渡します。母はゆっくり受け取り、ようやく小さく笑いました。迷惑かけてごめんね。その言葉に、
息子の中で何かが崩れました。迷惑。その一言が母の人生を表しているように思えたからです。家族に迷惑をかけないように、そればかり考えて生きてきた人でした。息子は初めてはっきり言います。迷惑なんて思ってない。声は震え、思っていたより大きくなりました。母は驚いたように息子を見ます。その表情に長い時間とじ込めてきた不安が浮かんでいました。私が弱くなったから。母はそう言いかけて言葉を止めます。息子は首を振ります。弱くなったんじゃない。年を取っただけだよ。その言葉は慰めではなく事実としてそこにありました。周囲の音が遠く感じられます。二人の間に初めて正直な沈黙が流れました。守る側と守られる側が入れ替わる瞬間はこんなにも静かなものなのかと息子は思います。危機は大きな事故ではありません。でもこの小さな立ち止まりが二人の関係を確かに変えました。無理をしないこと、頼ること、それを許し合うこと。旅はここで初めて高くなりました。しばらく休んだ後、母はゆっくり立ち上がりました。もう無理はしていません。歩き出す前に一度息子の顔を見ます。その視線には大丈夫という強がりはありませんでした。歩きながら母はぽつりと話し始めます。本当はね、旅行って少し怖かった。息子は驚き、足を止めかけます。でも母は続けました。迷惑をかける自分を見せるのが怖かったの。その言葉は静かでしたが、長いとしつきの重さを含んでいました。母は若い頃から家族の中でできる人でいようとしてきたのです。弱さを見せないことが役割でした。でもね、今日わかったの。母は歩調を落とし、息子の隣に並びます。一緒に歩いてもらうだけでこんなに楽なんだって。その声はどこか照れたようで少し安堵を含んでいました。息子は何も言えません。胸の奥が熱くなり、言葉が追いつかなかったからです。自分は今まで母の強さだけを見て安心してきた。その裏にあった不安を初めて受け取った気がしました。母は続けます。あなたがいるから来られた。それは感謝というより事実をそのまま置いた言い方でした。息子は小さくうなずき、一緒に来られてよかったと答えます。それだけで十分でした。風が吹き、母の髪が少し揺れます。息子はそっとある食い位置を母の外側に変えました。守るためというより、自然にそうなった動きでした。母は何も言わず、その変化を受け入れます。この旅は思い出を作るためのものではありません。母はそう感じていました。弱さを隠さず、誰かと並んで進む練習。それを息子と一緒にできたことが何より大きな意味を持っていました。それから二人は歩く速さを決めることをやめました。どちらかに合わせるのではなく、自然に揃う歩幅を探すようになったのです。母はもう無理に前へ出ません。息子も後ろから気にすることをやめました。横に並び、同じ景色を見る。それだけで不思議と心が落ち着いていきます。途中、小さな土産物屋に入りました。母は棚に並んだ品をゆっくり眺め、昔家族に買っていた安いキーホルダーの話を始めます。息子た、これすぐ壊したわね。息子は笑い、覚えてないよ。そう言いながら、確かに懐かしさを感じていました。母は楽しそうに話します。声は以前より柔らかく、表情もほどけていました。息子は気づきます。母は連れてこられているのではなく、一緒に来ていると感じている。それが、この旅の一番の変化でした。昼食をとる店でも、母は遠慮しません。量を減らし、時間をかけ、
自分のペースで食べます。息子は待つことを苦に感じません。むしろ、待てる自分に少し驚いていました。食後、母は静かに言いました。今日はいい一日ね。特別な出来事はありません。でも、その一言には、安心と満足が詰まっていました。息子はうなずき、同じ気持ちだとわかります。同じ歩幅で進むこと。それは、譲ることでも、我慢することでもありません。相手を置いていかないという選択。そして、自分も置き去りにしないという約束でした。二人は夕方の光の中を、静かに歩き続けます。旅は終わりに近づいていましたが、関係はここから新しく始まる気がしていました。帰りの電車は、息より少し空いていました。窓の外には、夕暮れの街が静かに流れていきます。母は座席に深く腰を下ろし、目を閉じました。眠っているようにも見えましたが、口元には小さな笑みがありました。息子はその横顔を見ながら、胸の奥が温かくなるのを感じます。生涯初めての二人旅。派手な観光もなく、写真をたくさん撮ったわけでもありません。それでも、忘れられない時間になりました。母は目を開け、静かに言います。来てよかった。その声ははっきりしていて、迷いはありません。息子はと答え、それ以上何も付け加えません。言葉はもう十分でした。息子は思います。今まで親孝行は何かをしてあげることだと考えていました。連れて行く、買ってあげる、支える。でも、今回分かったのは、一緒に同じ時間を過ごすことそのものが一番の贈り物だったということです。母もまた気づいていました。子供に迷惑をかけないことだけが親の役目ではない。頼る姿を見せることも家族の形なのだと。その理解が胸を軽くしていました。家に着く頃、外はすっかり暗くなっています。玄関の前で母は立ち止まり、振り返りました。また行けるかしら。息子は少し笑って、行こう、と答えます。約束ではありません。でも、確かな未来の気配がそこにありました。扉が閉まり、母は一人になります。それでも、今日の静けさは、昨日までの孤独とは違いました。同じ夜、同じ部屋。けれど、心の中には、確かに誰かと並んで歩いた記憶が残っています。老いていく時間の中で、初めて得た安心。それがこの旅の意味でした。